いろんな種類があるんですけども、主に一番よく使うのは2ミリぐらいこんにちは、副工房の小村です。今回は伸び止めテープの貼り方を説明していきます。伸び止めテープといってもいろんな種類があるんですけども、特徴を交えながら貼っていって説明していこうと思いますので、ぜひ見てください。伸び止めテープはストレートテープ、ハーフバイアステープ、バイアステープ、端打ちテープ、あとニット用のテープや不白の薄地用や厚地用と種類も豊富で、メーカーもいろいろあって、どれを使っていいのかなってたくさん種類もいらないのになと思われる方も多いと思いますが、副工房ではこの3種類を主に使って洋服を作っています。主に一番よく使うのはもうこの STK のあと産経さんの STK ストレートテープの 12mm 幅というのを使っています。もうこれ1本でもいけるぐらい万能な伸び止めテープになってるんですけど、用途に応じて絶対伸びたら嫌なところにはこの朝日さんのアイテープ、これもストレートテープなんですけど、これはもう全く伸びないということで使うこともあります。あとジャケットなんかのアームホールに使う、これは端打ちテープなんですけども使うことがあります。この端打ちテープっていうのはバイアスの寄付に朝日さんのこのアイテープのような全く伸びない伸び止めを 5mm 幅に切って二重の構造になっているので、伸びない 5mm 幅に切った伸び止めのところを縫い目に持ってきてカーブに合わせて貼るようにするとアームホールが伸びないっていう優れものになっています。今ストレートテープが2つ出てきてどう違うのと思われるかもしれないですけど、よく見るととても違います。この画像で見るだけではよくわからないと思うんですけど、産経さんのテープはちょっとソフトな感じで薄い柔らかい寄付になってます。これは縦に少し深度のあるストレッチ加工紙を使っていて、ほんのちょっと伸びます。で朝日さんのこのアイテープはほんのちょっとも伸びません。で使い方が違うんですけども、このちょっと伸びるっていったこの STK ストレートテープ、これだとハーフバイアスの伸び止めとかバイアスの伸び止めがなくてもカーブに合わせて貼ることができるので、これがあるととても便利です。でこの3種類も使いこなせないわという方でしたらこの STK のストレートテープっていうのはニットにも貼れます。そして薄地から厚地までも使えるのと、アームホールや襟ぐりのカーブにもきちんと沿うように貼れますので、これが一番万能だと思います。今から種類いろいろ使って伸び止めを貼る方法と、この1種類を使って貼る方法と説明していこうと思います。まずはこの STK ストレートテープ、この 12mm 幅を1種類だけ使って、これはちょっと想定としてはジャケットの形になるんですけども、これに貼ってみようと思います。このちょっと伸びるっていうのがポイントなんですけど、カーブが貼りやすいっていうメリットがとってもあります。まずちょっとアームホールを貼ってみます。例えばこの朝日さんので貼ろうと全然伸びないので貼ろうと思うとカーブのところが全く伸びないので貼れないように
なってきます。なのでこう内側をチョキチョキするか、外側をチョキチョキ切り込みを入れてカーブに合わせてから貼るっていうことをしないといけないんですけども、この伸び止めでしたらザラッとしてるのりのついてる方が布面になるんですけど、裏側に貼るようになるんですけど、これを出来上がりにかかるようにして貼っていきます。でどんな風にして貼るかっていうと、外側を少し引っ張るようにして縫い目にかかるようにこうカーブに貼っていきます。貼り方は貼って形を合わす、貼ってずらす、こんな風にして貼っていくと綺麗に貼れます。貼って形をずらす、貼ってずらす。これで外側がシワのない状態で伸び止めテープを貼ることができます。これはこう内側に入るカーブだったんですけども、次こう外側のカーブはどういうふうに貼ったらいいかっていうと、出来上がりに対してこう外側が伸びない方になるので、こうカーブを貼っていくと内側はちょっと余ってくるんですよね。この余ってくる部分が縫う部分だと伸びてしまうっていうことになるので、どういうふうに貼るかというと、ちょっと出来上がりを普通は描かないんですけど、ちょっとマジックで描いてみます。ここがミシンで縫う位置です。この部分を伸ばさないためにこう貼る方法は、布端に合わせるのではなくて、カーブのこの端が2ミリぐらいこう2、3ミリ、わかりますかね。こう縫うところが外回りになるように貼ると伸びずに縫えます。これを逆に普通は縫うところがもうこっち側ギリギリに貼るようになるんですけど、そういうふうに貼るとこう内側の伸びる部分に貼ってしまうことに余ってくるので、伸びる部分に貼ってしまうということになるので、こう外のりが出来上がりになるように貼ると綺麗な仕上がりになります。こういうふうに貼ることによって縫い目はこの辺に、この1センチの縫い目なので、縫い目の外側に伸び止めが貼ってあるという感じに貼っていくことができます。こういうふうに貼っていくといいですね。あと伸び止めってどこに貼っていいかわからないっていう方も結構おられると思うんですけども、こう伸びそうなところは貼っておくとやっぱり綺麗に仕上がります。ただ裏付きか裏なしかっていうことも大きいことで、裏なしのところにこういうふうに貼ってしまうと見えちゃいます。
あと肩線なんかもだいたい後ろに倒すんですけど、肩倒しの時だと後ろに倒すことが多いと思うんですけども、そういう時に前に貼ってしまうと全部丸見えになってしまうので、そういう時には後ろ側に貼る。だけど縫い代を割る時には見えなくなっちゃうので前に貼ったら良いです。あと後ろにはジャケットなんかだと伊勢が入ってたりとかするので、そうすると伊勢が入るのに伸び止め貼ってしまうと伊勢を入れにくくなってしまうので、そういう時にも前に貼るっていう風に貼っていくと良いです。縫い代を必ず確認して、1センチだったらここに貼る。で今ちなみに、これジャケットの想定で 1.5 センチなので 1.5 センチにかかるように貼ってます。あとは襟折れ線、ジャケットだったら襟折れ線も貼っていきます。これで、前身ごろになる部分、伸び止めテープが貼れました。あとはよくあるのが、後ろ襟ぐりに貼るっていうのもよくあるんですけど、この STK で貼ると切り込みも入れずに貼れます。1センチ出来上がりに外回りが来るように貼っていきます。貼って形を変える、貼って形を変える、貼って形を変える。こうやってアイロンのコテで押さえて回転しながら貼っていくととても貼りやすいです。次に3種類の伸び止めテープを使い分けて貼っていこうと思います。この STK のストレートとこの朝日の、全く伸びないストレートテープ、あとはこの端打ちテープを使って貼っていきます。まずはこの STK のストレートテープは先ほどと同じように貼っていきます。次に肩や襟腰線は、全く伸びたら嫌なのでこの朝日のテープを貼っていきます。次にアームホールの端打ちテープなんですけども、これもちょっと出来上がりをマジックで書いてみます。普通は書かないので目分量というか目で見ながら貼っていかないといけないんですけど、ちょっと説明がしやすいようにここに、縫い目の位置を書いてみます。この出来上がりの位置にこの端打ちテープの細い5ミリの全く伸びないテープ部分が来るように貼っていきます。貼り方は STK のテープと同じように貼っていったら良いです。この二重構造になっている下の部分がバイアスなので、このカーブの部分がとても貼りやすいです。貼りやすいのに
この伸びたらいけない部分は絶対に伸びないので、とてもジャケットなんかきちんとアームホールを伸ばさずに貼りたいようなものだと、この端打ちテープがあるととても綺麗に仕上がります。伸び止めテープを貼ってきました。これで、中心として使っていたテープは、ブラウスとかワンピースなど軽量のものを作る時にはこれ一つで十分なんですけども、ジャケットなどの、カチッとしたものを作るような時には3種類を、場所によって使い分けて作ってもらうと、よりきちんとしたかっちりしたジャケットができますので、皆さんもチャレンジしてみてください。服工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。